はじめまして。海外旅行の経験がほとんどない夫婦がトルコへ新婚旅行に行ってきたので、誰かの参考になればと Vlog を作ってみました。トルコ旅行といえばやっぱり気球。そこでまず最初に気球についてまとめてみました。結論から言うと、気球は一切飛ばなかったため、乗ることも見ることもできませんでした。季節は7月後半、滞在は3泊。それでは私たちの気球奮闘記をご覧ください。私たちはイスタンブール空港を18時50分に出発し、ネブシェヒル空港に20時10分に到着する便に乗ってカッパドキアに着きました。ホテルに着いた頃には外はすっかり暗くなっていて、翌日の気球に備えて早く寝たかったのですが、ホテルの受付のモハマドに誘われてルーフトップから夜景を眺めました。めちゃくちゃ綺麗でした。とはいえ洞窟ホテルをゆっくり堪能する間もなく急いで就寝。朝3時30分に起床。外はまだ真っ暗で静か。ウキウキで準備する妻。ホテルのフロントで待っていると、予定通り4時30分に迎えのバンが到着。乗客は私たち以外に6人ほどいました。30分ほど走って飛行場所へ。ちなみに私たちが予約した気球ツアーはゲッチュアガイドというサイトで1人21,968円でした。多分かなり安い方だったと思います。飛行場所はギョレムの中心地からそれほど近くはなかったかもしれませんが、周りにたくさん他の気球ツアーの方たちがいたため、飛んでいたらちゃんと綺麗な場所だったと思います。飛行場所について30分以上待った頃に、スタッフが英語で説明を始めました。夫婦揃って英語は大学受験以来で、理解度は 10% くらい。でもまだ飛べるかどうかわからない。あと30分くらい判断に時間がかかる。そんな感じのことを言っていたと思います。軽食が配られました。軽食は可愛い気球の袋に入ったパン、スナック、水、ジュースでした。はじめは晴れてるし風も感じないし絶対飛ぶでしょうと思っていましたが、説明を聞いてからは嫌な予感が。そして運転手が戻ってきてキャンセルと一言、車を出しました。乗客みんなと困惑。なんで？明日は大丈夫だよね。でも今日もこんなに天気いいのにと混乱しました。そんな中、朝日が昇り見えてきたカッパドキアの景色は感動的で複雑な気持ちでした。ホテルに戻って受付のモハマドに気球が飛ばなかったことを伝えたら、もうすでに知っていました。飛ばなかった理由は風で、地上の風速が5メートルを超えると飛べなくなってくると言っていました。最近はどれくらいの頻度で飛ばないか聞いたら、直近2週間は毎日飛んでいたらしいです。繰り返し不運だと言っていました。明日は多分飛ぶよとも。でも iPhone の天気アプリの予報を見ると、明日も同じような風。少し不安になりました。モハマドは大抵ツアーが自動で繰り越されることはないから、自分でツアー会社にお願いしなきゃいけないし、キャンセルになった次の日は料金も高くなりがちだとも言っていました。でも幸い昼前にツアー会社から明日もチャレンジできますよと連絡が来たので再予約。この日は仮眠を取った後、乗馬のツアーに参加したり、ウチヒサール城に行ったりして楽しみました。2回目の気球チャレンジ。私たちはカッパドキアに3泊するものの、4日目のフライトを朝8時50分発で予約していたせいで、気球ツアーに参加するのはこの日がラストチャンスでした。この日も3時半に起床し、祈りながらバンに乗り込みました。でも走り始めて10分ほどで道路に停車。他のバンも止まっていて、運転手たちが情報交換をしている様子。こ
ここでキャンセルになるかもと不安になりました。ドキドキしながら待っていると運転手が乗り込み再び出発。首の皮一枚つながっているという感覚でした。飛行場所へ到着。昨日とは違う場所でしたが、同じように多くのツアー客が集まっていました。乗客の一人が降りてもいいか運転手に聞いて OK が出たため、乗客みんなで降りました。開けたところで日の出までもうすぐだったので、景色がとても綺麗でした。でもめちゃくちゃ寒くて、気づいたら私たち以外長袖に上着を着ていて、完璧に服装を間違えたことに2回目にして気づきました。気温を見ると15度でした。体感で日本の2月から3月くらいの気温です。飛んだら凍えて景色どころではないのではというヒヤヒヤも加わり、ドキドキしながら写真を撮っていました。気球が飛ぶかどうかはトルコの航空当局が判断するらしく、レッドフラッグというものが出ると完璧に中止のようでした。昨日と同様、赤っぽいパラグライダーが飛び出して、あれが旗なんじゃないかと怯えていると、遠くの方のバンが一斉に帰り始めました。嫌な予感がマックスになったところで、運転手が周りの乗客にキャンセルと言い始めました。またしても風が理由とのことで、他の乗客が風ないじゃないと不満げ。全く同じ気持ちでした。昨日と同じ軽食をもらい、ホテルへ帰されます。私たちはできることは全部やってみたかったため、明日の帰りの便の時間をお昼頃に変えて、気球チャレンジできないか試みることに。ホテルに戻ってターキッシュエアラインのサイトから便の変更を行いました。元々の便が安かったのもあって、1人1万3000円ほど払っての変更でした。でも予約詳細を見ると朝出発のまま変わっていません。モハマドに航空券について相談しました。ターキッシュエアラインにトルコ語で電話してくれるか聞いたら、いいけど今はまだ営業時間的に反映されていないだけだと思うよ。もしやっぱり電話したいとなったら、この後来る友達にお願いしてみてと言われたので、様子を見ることにしました。しかし月中アガイドの翌日の気球ツアーは空きがないと連絡が来てキャンセルになりました。なので新しく気球ツアーをどう予約しようか妻と話し合いました。私がインスタグラムで知った日本人がやっている24時間営業のツアー代理店が寄れ目にあるため行ってみましたが、スタッフがいませんでした。看板に貼ってあった LINE の QR を読み込み、スタッフとトークしました。スタッフは今は不在で、気球の値段は11時頃に決まるからそれまで予約はできない。金額については LINE で教えることができるけど、予約する場合は来店が必要という旨の内容でした。私たちは10時からレッドツアーに参加予定だったので、一応金額が分かったら伝えてほしいと連絡し、それとは別に月中アガイドで1人41,445円のツアーを予約してみました。しかし9時を超えても航空券の変更が反映されていなかったので、モハマドの友達らしき受付の人に相談しました。最終的に個人情報もあるし、自分で電話した方が早いと思う。それでも困ったらまた相談してくれていいよと言ってくれたので、後で自分たちでターキッシュエアラインに電話してみることにしました。航空券も気球のツアーも確定しないままレッドツアーに参加。ツアーが始まってからもちょくちょく航空券の予約詳細を確認したけど、変更はされていませんでした。ターキッシュエアラインに電話もしてみましたが、自動音声が英語だったので、やはり厳しかったです。お昼の12時に新しく予約していた気球ツアーのキャンセル連絡がメールできました。キャンセル理由はやはり天候。同時に日本人のツアーの店舗からも LINE で
明日の気球は飛ばないと連絡が。もうこのタイミングで気球に乗ることは諦めることにしました。気球奮闘記の終了です。航空券については変更できていない確率が高いので、明日はもともと予定していた6時の送迎で空港に向かうことにしました。どうしてもモヤモヤしたり悲しくなったりしてしまったけど、レッドツアーは楽しめました。これはまた別の Vlog で。翌朝、支度をして外を見てみましたが、やっぱり気球は飛んでいませんでした。せめて見たかった。絶対また来てやると誓いました。今回得た教訓をまとめると3つです。1つ目、ベストシーズンに3泊しても乗れない可能性はある。今回実質2回しかチャンスを作っていなかったけど、3回でも乗れていませんでした。その後の風の予報を見ると、次の日からは風も落ち着いているため乗れた可能性が高いです。参考に当時の予報はこちらです。7月はベストシーズン中のベストシーズン。私たちが来る前2週間は毎日飛んでいたということで、ちょうど飛ばない3日間を引いてしまった。本当に不運な旅でした。4泊なら乗れていました。だから何が何でも絶対乗りたい人は4泊してもいいかもしれません。2つ目、真夏でも気球に乗るときには上着が必要。これは皆さんご存知かもしれませんが、私たちが準備不足だった点です。次は絶対上着を持っていきます。3つ目、航空券は直前で変更できると思わない方がいい。サイト上で変更手続きを最後まで完了しても、結局乗る便は変わっていませんでした。なぜかはわかりませんが、基本できないと思った方がいいかもしれません。以上、見ていただきありがとうございました。何か参考になれば幸いです。では、また次の動画で。